やっぱりくねくねしてますね。プリミティアプレイヤーエールです。今回はホバーボードを作ってみようと思います。シンプルな構造でいい感じに空を飛んでみようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは推進用のプロペラからですね。こんな感じでモーターをベアリングで両軸化したら、さらにベアリングをくっつけて二重反転プロペラにしましょう。そしてプロペラの根元につける軸はこうやって木のかけらをまとめて角度をつけてくっつけて、それを切り離した後、切り離した部品を基準にさらに木のかけらをくっつけることで、同じ角度をつけたプロペラの軸を4本作ることができました。4本のうち2本はくっつける方向を変えて反転しようにするのがコツですね。こちらをさっき作ったプロペラの軸につけて、さらに外側に草を重ねたプロペラの羽を取り付けましょう。結構大きいプロペラなので、いい感じのパワーが出そうですね。こちらにバッテリーをつけると、問題なく回転してくれました。これでプロペラは完成ですね。こちらを横に固定した状態で、ホバーボードの本体を作りましょう。ここはシンプルに長方形の草を30枚ほど薄切りにして重ねたものを使います。この世界ではこれだけ草を重ねるとかなりの空気抵抗になるので、こうやって持って下り坂を走るだけで体が浮いてグライダーのように滑空できます。これだけ強い空気抵抗ならちゃんと飛んでくれるんじゃないでしょうか。こちらをプロペラにバネを挟んで接続して、その上に分離した操縦席、本体部分に操縦桿を取り付けました。こうすれば操縦席に乗ったまま操縦桿を倒すことで本体部分を傾けることができるので曲がりやすくなるんじゃないでしょうか。まっすぐ進むための垂直尾翼もつけたら、バッテリーと古代の合金、ベアリングを組み合わせて、電源とスイッチを追加しましょう。バッテリーは11本つけていますが、この状態でスイッチをオンにすると、プロペラは回転しましたが、速度が遅いですね。回転数を測ってみると、後ろ側が 93rpm、前側が 98rpm でした。もっと勢いよく回すために、バッテリーを増やしましょう。10本ほど増やしたところで、もう一度スイッチを入れてみると、いい勢いで回ってますね。早速回転数を測ると、後ろ側が 134rpm、前側が 150rpm でした。これくらいなら飛んでくれそうなので、地面を滑走するためのタイヤを取り付けたら、私が乗った状態でスイッチを入れてみると、前に進んで、おっと、前が持ち上がって壊れてしまいました。偶然かもしれないので、その後も何度か試してみましたが、どうしてもプロペラ部分が壊れてしまいます。そこで、プロペラが壊れないように、タイヤの位置を変えたら、プロペラの軸部分に、ベアリングを追加することで、傾きを抑えてみました。これなら壊れずに、飛ぶんじゃないでしょうか。早速乗ってみると、よし、壊れることなく、どんどん上昇していきます。しかし、そのままくるっとひっくり返って、操縦席から飛び出てしまいました。そうならないように、
ホルスターで操縦席に体を固定して、スイッチを入れてみると、くねくねしながら上昇し続けていますが、ホルスターの力でなんとか放り出されずに、飛行することができています。しかし、ある程度進むと、機体が垂直になって、飛べなくなってしまいました。そこで、上昇しすぎるのを防ぐために、前にタングステンの後、斜め下方向に重ねた草を追加しました。早速こちらに乗ってみると、ダメですね。斜め下にした草のせいで、前のめりになってしまって、まともに飛ぶことができません。空気抵抗で何とかする方法は、良くなかったみたいです。今度は、重ねた草を外して、バッテリーの位置を前に移動することで、重心をずらしてみましょう。これならどうでしょうか？早速乗って、スイッチを入れると、やっぱりくねくねしてますね。でも、重心をずらしたのが良かったのか、私が放り出されずに、安定して飛行することができました。見た目はこんなに不安定なのに、そのまま結構長い時間飛び続けていると、ついにバッテリーがなくなりました。すると、今までの不安定な飛行が嘘だったように、くねくねすることなく、スムーズに滑空しだしました。くねくねするのは、プロペラのせいだったみたいですね。そのまま滑空していくと、レーザーが当たって燃えてしまいました。いい燃えっぷりですね。次はカメラの位置を固定して旋回性能を見てみましょう。空を飛びながら操縦桿を倒して体をひねることでかなりクイックに旋回することができています。シンプルな構造ですし、倒れる本体のおかげでなかなかの旋回性能ですね。飛行速度も気になったので、私の視点にして確認してみましょう。スイッチを入れて、操縦桿を握りながら、情報ウィンドウを出すことで、速度を確認することができます。くねくね動いているので、速度は常に変化していますが、最高速度は秒速 17.6 メートル。時速63キロくらいですね。そんなに速いわけではありませんが、面白い動きをしますし、旋回性能はいいので、よしとしましょう。ここでスイッチをオフにすることで、操縦しやすくしたら、下にある木に突進してみます。よし、あと少しですね。残念なことに外してしまいました。木が行く過ぎたみたいなので、もっと高い木を狙って、上空から体当たりしてみましょう。でも、くねくねしているせいで、なかなか狙いが定まらず、当てるのは結構難しいです。それでも、飛んでいる途中に、スイッチをオフにすることで、狙いやすい滑空モードで、攻撃を続けていると、よし、乗り上げた後、タングステンの刃で切りつけました。ダメージもそこそこありますね。それでは次は、こちらのザコキャラカルテットを狙って、ホバーモードで攻撃してみましょう。果たして全員倒すことはできるんでしょうか？かなり遠くから、くねくね飛んできて、ザコキャラカルテットを狙える位置に来たら、スイッチをオフにして、滑空していますが、なかなか当たりませんね。当たっても、全員倒すのは難しいです。それでも諦めず、何度も続けていると、よし、いい感じに体当たりすることができました。その時に機体が壊れて、ゲームが処理落ちしていますが、なんとかザコキャラ全員に接触することができたので、よしとしましょう。ちなみに私の視点だと、こ
こんな感じです。隠しやすいように、スイッチを持ったまま発信して、くねくね飛びながら、サコケラを狙える位置に来たら、スイッチをオフにして、滑空しましょう。少し手前に押しましたが、再びスイッチを入れることで、よし。なんとかザコキャラに触れることができました。でも破壊はできてなかったので、手を使って壊しましょう。それでは最後は、こちらの巨大スライムを狙って、ホバーボードで攻撃してみます。果たして倒すことはできるんでしょうか？イエロースライムに効くように、ガラスの板を持っていって、ホバーボードの先端につけました。早速発進して、くねくねしながら、巨大スライムに向かいましょう。いい位置に来たので、スイッチを切って滑空して、体当たりします。おりゃー3166ダメージ。威力不足です。続いてもう一度。同じように、途中で滑空して、体当たりしましたが、さっきよりダメージが低くなってしまいました。次こそ倒しますよ。巨大スライムのところに来る途中に、どこかが少し壊れましたが、気にせず滑空してぶつかると、やったー！2万1722ダメージ！巨大スライムを倒しました。うまくスピードが乗ったおかげか、一撃で破壊できる威力になりました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。にゃ！燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし。スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、ホバーボードさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、バイバーイ。